ご視聴いただきありがとうございます。家を買うことと高級時計を買うことは似ていると思っているあずぱんです。祝日がないだけで6月は忙しく感じます。休日を使って有意義な気分転換をしたいですね。入店はしませんでしたが、先週末にロレックスブティックの近くを通る機会がありました。値上げ後にもかかわらず並んでいたので人気は健在のようです。月末には賞与を持って購入に向かう方も多いのではないかと思います。購入される方も多いので、皆さんが買えることを祈っています。視聴者数は少ないですが、家の購入で腕時計資金を貯める話も続けていこうと思います。会社では金融リテラシーのセミナーをしていますが、伝わるまでには時間がかかります。YouTube でどれほど伝えられるか分かりませんが、お付き合いください。貯金を増やそうと考えた時に取る行動は2つです。収入を増やすか、支出を減らすかです。私のようなサラリーマンは給与テーブルが決まっていて、定年退職までいくらもらえるかは計算ができてしまいます。つまり、サラリーマンにとって本業で収入を増やすことは難しいことだと思います。残業を増やすなどの方法はありますが、継続してできるものではありません。では、支出を減らすことができるのかといえば、習慣化した楽しみを抑えることもかなりのストレスです。外食やファッション、車や旅行など、趣味のなかなか削れません。そこで考えたのが家貯金なんです。まずはマンションの購入がいいと思います。マンションはある程度間取りが似ています。3LDK なら部屋と水回りの位置が想像できるはずです。また、構造計算で不正があった事件以降、建物自体の耐久性も安定したものになっています。特別な知識がなくても安定した品質の家を購入することができます。では、どんなマンションでも買えば自然にお金が増えるのかといえばそうではありません。買った瞬間に売却しても購入した値段以上で売れる家を購入すれば自然にお金が増えていきます。この考え方は新築でも中古でも一緒です。買った翌日でも購入した金額で売却できる家であればいいんです。ローンを支払い続ける限り借金は減りますが、購入した金額で売却できる家であれば最終的に現金を手に入れることができます。ここまでは以前にも話をしました。では、どんなマンションが買った瞬間でも価値が下がらないマンションになるかです。メーカーが違ってもマンションは間取りや構造体に違いはありません。保証やブランド量もありますが、大きな差にはなりません。ポイントは土地です。一つ目は人口が増え続けている土地を選びましょう。上級者であれば人口が増え続けている地域の隣町でもいいと思います。ロレックスがいい例ですが、人気があって商品が足りないから値段が上がっていきます。家も同じです。土地は数が限られています。住みたい人が多ければ多いほどその土地の価値は上がります。また、一度住んでしまえば簡単に引っ越しする人は少ないはずです。よって年間で供給される量が決まっているのがポイントです。人口が増えている土地にはいいことがたくさんあります。大きいのは税収です。人口が増えたことによって地方自治体に支払われる税金が増えていきます。その結果、行政サービスが充実することになります。教育や福祉、医療などが充実することになるので、他の地域からさらに人が集まってきます。このサイクルに入ってしまえば、自分が住んでいる家の価値も保たれます。人口が多い土地では雇用もたくさんあります。企業に競争力があり、生活やサービスも向上する余力があります。カーシェアなどがその例だと思います。徒歩圏内に借りられる車が多数あり、自分で車を維持するよりメリットが大きいです。もう一つ、土地選びのポイントは、いびつな形の土地に建つマンションです。不思議なことを言っているように思いますが、これには大きな理由があります。建築会社に限らず、メーカーは仕入れ値に対して必要な経費を乗せていきます。つまり、仕入れ値が安い場合は、売値も安くなります。同じ地域で同じ広さの土地でも正形地と言われる正方形や長方形の土地の方が価値は高く、旗竿地や台形の土地の方が安くなります。一軒家の場合は形が整っている方が建てる際の効率もいいし、土地が有効にレイヤーできますが、マンションは活用する方法がたくさんあります。ちょっと離れた場所になってもゴミ捨て場にすることで悪臭の軽減をしたり、駐車場にすることで騒音問題の解決を図ることができます。いびつな形の土地にマンションが建っていても、マンション自身は整っているので何の問題もありません。
一軒一軒が小さな土地をメーカーが隣接した数軒の家を求めて購入した際に、このような土地のマンションが出ることがあります。販売価格が周りのマンションに比べて安くなりますが、中古市場では周りの相場に合わせることになるので利益が生まれます。仕入れが安くても売値は相場に合わせていると思っていたので、この事実に気がついたときは驚きました。中古の場合も購入金額が周りと比較して安いため、相場より少し安めに出している場合もあるので注目しておくのもありです。成形地でも建築前がガソリンスタンドなどの場合は少し安くなる場合があります。土壌汚染などの心配があり、イメージ先行で安くなる時があるんです。でも、中古の売買で以前に何が建っていたかまで調べる人は少ないですよね。その建物が何年も経って問題がなかった後なので気にする人はいません。心理的可否と言われるものもあるのですが、ここは個人差があると思います。こうした例のマンションは人気の土地に建つマンションなので簡単には出会えません。腕時計と一緒でこまめにチェックする必要があります。駅に置いてある無料の住宅情報誌やホームページをこまめにチェックしてみてください。金額が大きいので決断に勇気が必要ですが、住めば都なのでなんとかなると思います。ポイントは人口が増えている土地です。自分に判断力がなくても人口が増えているところをターゲットにすればミスを減らすことができます。そうやって選んだ土地の近くにはなぜかロレックスブティックがあると思います。ロレックスマラソンもはかどるはずです。